はい、どうもです。今回はですね、こちら、赤マンボウっていう食材ですね。はい、ということでですね、なんと、今回、マサル史上最大、なんだったら、もう、YouTube 史上最大なんじゃないかという、66キロの赤マンボウを手に入れました。で、ちなみにこの魚ですね、まだまだ大きくなります。66キロも相当でかいんですけども、最大なんと300キロぐらいになるらしいんですね。で、いつもだったらですね、沖縄で買ってるんですけども、今回の赤マンボウはですね、宮城県気仙沼産の赤マンボウでございます。宮城県気仙沼産のものをどうやって仕入れたんって今思った人、鋭い。そう、実はですね、めちゃめちゃめでたいことがあります。なんとですね、豊洲市場の仲買の超お偉いさん、山春さんから直接魚を仕入れられるようになりました。これはやばい。そもそも豊洲市場の中とかって動画撮影も禁止だし、一 YouTuber が東京中の魚の配送になってるような方と繋がれるなんて、これってめちゃくちゃすごいことなんですよ。山崎さん、ありがとうございます。これどのぐらいすごいことかっていうと、豊洲の仲買の方から直接魚を仕入れられる YouTuber って、僕が今日本で初めてで一人しかいません。ちなみにこの豊洲の件は氷山の一角に過ぎません。皆様を楽しませるために裏で着々とね、準備進めておりますので、ぜひこれからのマサルに期待しておいてほしい。ではですね、早速観察していきましょう。いやー、にしてもでかいですね。これ赤マンボウが乗ってるとまな板ちっちゃく見えるんですけど、皆さんこれ何センチあると思います？ 3、2、1。はい。150センチあります。はみ出してますからね、尻尾。魚って基本的にこんなに真ん中だけでかくて頭と尻尾が小さいみたいな、そんなフォルムしてるやついないんですけど、こいつ真ん中に重量が偏ってるんですよ。なんで、100キロのサメとか色々さばいてきたけど、意味わからんぐらいまな板がしなってます。ここにまな板を支えるまな板足っていうのがあって、で、反対側にもこうやってまな板足っていうのがあるんですけども、このまな板足からこうやって沈むっていうことは基本的にはないぐらい頑丈に作られてるんですけども、めちゃくちゃ、ワンチャンへし折れる可能性ありますね。さて、赤マンボウの特徴を説明していくんですけども、まずね、ちょっと前提条件を伝えておくんですけども、魚はですね、変温動物っていうものに分類してあるんですね。どういうことかっていうと、例えば人間がですね、気温10度のところにいたとしても、36度ぐらいを維持し続けますよね。これを高温動物って言うんですね。それとは別にですね、魚類はですね、赤マンボウを除く全てが変温動物なんですよ。つまり、水温10度のところに行きますと、体温も10度になります。水温30度のところに行くと、体温も30度まで上がります。ちなみに深海魚なんですけども、周りの水温よりも5度から9度体温を高く維持することができると言われてるんですね。どうやって体温維持するんって言いますと、ここにですね、デカめの胸びれがあるんですけども、ここの筋肉を使って、ここをね、ずーっとパタパタさせることで、体温を高く維持してるそうです。この胸びれの泳力と、そしてこの尻尾、尾びれもね、見るとわかるんですけども、尾びれがこうやってでかい魚っていうのはですね、かなりね、推進力がえげつないんですよ。だから、深海での水中映像は確認されてないんですけども、相当速く泳げるはずなんですね。で、それなんでかっていうと、ここにね、バショウカジキっていうね、めっちゃ速く泳げる魚がいるんですけど、バショウカジキもね、ここの尻びれ、こういうストッパーみたいな尻びれをしてまして、普段は隠してるんでしょうけど、でも相当速く泳げるから、こういうブレーキ機能になるような尻びれがついてるんですね。で、これね、口がね、ぐっちゃぐちゃになってるんですけど、これはね、俺の仕業です。まず車で配送されてくるんですけども、台のとこ3人で降ろすのも、めちゃくちゃ大変で、そっからこのキッチンまで運ぶまでも、もう、66キロの魚を運ぶのはもうめちゃくちゃ地獄で、さらに、このシンクに乗せようとするんですけど、こうやって、グッて上げるんですよ。口を持って。でも、こっから何もできない。こうやって上げたいんですけど、でも、いろいろ方法を試して、3時間ぐらいもうひたすら格闘して、ごめん、もう体中がバキバキで動かないわって、もうなるまでやったんで、もう実は僕、めちゃくちゃ疲れてます。もう体中バキバキ。最終的にどうやってキッチンに乗せたかと言いますと、もうね、この大家さんがね、優しくて一緒に手伝ってあげてくれました。疲れてる自慢をしたいわけじゃなくて、赤マンボウって
疲労回復効果がえげつないんだよね。皆さん、レバニンっていう物質ご存知ですか？一つ目としては疲労回復と疲労軽減。二つ目はですね、頭が良くなります。昔、魚を食べると頭が良くなるっていう歌がね、流行ってましたけども、とある論文でですね、老化したマウスにですね、このレバニンっていう物質を投与し続けたところ、認知機能が上がったっていう論文があるんですね。マウスの頭が良くなるから、必ずしも人間の頭が良くなるっていうわけではないんですけども、だから人間に効く可能性も大いにあります。そしてその他の効果として、ストレスや抑うつ感の軽減、そして筋肉の耐久力向上も期待できます。でね、これ、いくらで売ってるんやろうなーって調べたんですよ。3mg 含まれてるゼリーが30袋で4900円ぐらいするんですね。だから実際にサプリメントとしても売られてるんですね。こっからが驚きなんですけども、基本的に魚でレバニンを大量に含んでる個体っていなくて、うなぎで 4mg、鶏とかで 5mg、で、ヘビがね、たくさん持ってるみたいで、これが 200mg で、ここからちょっと桁上がります。エントリーナンバー4番。ナガスクジラのレバニン含有量。なんと驚き、1450mg でございます。一気に桁上がったよね。で、さっき言ったサプリもこういうクジラから生成されて作られてます。では来ました。ナンバー5。赤マンボウ。皆さん、これいくらやと思いますか？はい。もちろんね、ちょっと背中の方の身だったり、腹の方の身、場所によって含有量が違うんですけども、なんと、2700mg 含まれております。100g 中 2.7g や。ということでですね、実際に疲労の回復が早いのかどうか、我が身をもって検証していこうと思います。ということで、さばいていきましょう。まずは、鱗取りからですね。豊洲でさ、出回る食材をさ、これさばけるってもう、ずっと夢だったんですよ。豊洲にはですね、日本の中でも一流の魚しか入ってこないんで、基本的にね、俺がよう食べてるようなゲテモノみたいな魚はね、入ってこないんですよ。マサルはね、黄金伝説の大ファンなんで、ナスリーさんのサバイバル生活とかも結構見させていただいてるんですけども、なんか築地の人がさ、この魚はこのぐらいの値段だね、みたいな、値段換算してくれるおじちゃんがいるじゃないですか。豊洲にはね、地元では食べられてるような魚っていうのは、あんまり流通しないんで、豊洲で見る機会なんてない魚ばっかり見せられてて、なんか、あれはあれで不憫でしたね。この魚見たことはないけど、このぐらいの値段かなみたいな感じで言われてて。ナスリがやってる場所って多分もうちょい南国でやってると思うんで、鹿児島のね、市場の人か、那覇の市場の人に聞いたら、結構ね、値段もいい線いってくるだろうと思います。俺が言いたい。俺も仲買だから。沖永良部島の。俺が値段言いたい。俺呼んでほしい。はい、それでは鱗を取り終わりました。というわけで、次、ここの胸びれを取っていきます。レバでさばきますか。そう、ここにもね、手突っ込んで持ち上げようとしたんで、ちょっとこれ切っちゃってるんですけど、手入りませんでした。はい。こっちの逆側にも包丁を入れていきます。で、付け根をね、こうやってしっかりと切ってあげると、はい、取れました。若干パワープレイが必要ですね。ここのね、軟骨と、そして、ここ残ってる、軟骨と繋がってる胸びれの骨ですね。そうだ、こうだったわ。切り方忘れてた。さて、こっからが本番ですね。赤マンボウはね、とにかくさばくのが難しいんですよ。まず大事なこと。それは、背骨の場所を探ることですね。あったわ。ここだ。切れ目を入れましょう。よし。ここだな、ここ。こっからガイドライン結んで、こう、だと思われますね。これひっくり返すの絶対に不可能なんで、もうこのまま表からさばいて、裏側の鱗また落としてさばいていこうと思います。ヒレがついてる場所はね、硬くて切れないんで、ここ、ガイドライン入れといて、この辺から、こっからはね、柔らかくなるんで、こっからこうやって、まっすぐ切っていく感じですね。皆さんこうやってね、赤マンボウさばく回にはね、ここまでね、肉詰まってますんで、こっから包丁入れてくださいね。こうやって包丁入れていきまして、で、ここで、さっきのところ、ここで合流する。そして、尻尾の方まで包丁を入れていくという寸法になります。では、頭の方から包丁入れていきましょうか。上から触ってみると骨の位置わかるんでね、骨の位置を確認しながら包丁入れていきます。はい。ここに骨があるんで、こうやって、ここから包丁を入れていきます。で、なるべくね、ギコギコせずにスーッと入れていけるようになるとうまいと言われるようになりますね。
断面が綺麗だろうが綺麗じゃなかろうがそんなに味って変わんないんで、そんなこだわりは持っても持たなくてもいいとは思います。もちろん魚屋で働くんだったら持った方がいいですけどもね。はい、そしたらですね、ガイドラインが引けました。こんな感じでここまで包丁をね入れることができました。そしたらここから尻尾までね入れるだけです。ではこれで尻尾までね包丁入れていきましょう。背骨当たれ。お、当たってる感覚あるぞ。背骨っぽいぞ。あ、外れた。はい、おそらくね背骨に当たったと思われます。はい、これでねラインが入ったんで、あとは5枚おろしにしてもいいんですけども、皆さんご家庭でさばく場合はですね、こっからここまでの肉がズドンっていきなり来るんで危ないんでね、ここら辺で一旦切ります。そしてまずは頭肉の部分を切っていきましょう。もうちょっとか。よし。OK。はい、これで頭肉の部分が取れました。こんな感じで後で見てみるとわかるんですけども、包丁入れる角度をただまっすぐ入れとけばさばける魚もいるんですけども、ここがねなんか段差があったりとかで、ここちょっと上がってますよね。ここはガタガタしてたりとか、結構ねこういう形のところをさばくの難しいんで、これおすすめです。赤マンボウをねこれ出刃でさばいててやっぱり思うのはね、刃渡り30センチぐらいのちょっと柔らかめの牛刀でさばくのがねやりやすいと思います。これが牛刀なんですけど、ぐにゃぐにゃしてるやつがあるんですけど、こういうやつでさばいた方が断然さばきやすいんですけど、研いでないんでね出刃でやってます。ご家庭でさばく際はね、ホームセンターにも売ってますから、30センチの牛刀ね、ぜひそれでお試しください。はい、多分いけたと思います。よいしょ。はい。うわ、めちゃくちゃいい色。さてさてどうしたものか。自画自賛だけど赤マンボウさばくのクソうまくなってない？もうかけやひっくり返そう。ひっくり返すというか、こっちを腹向きにしよう。多分まだね66キロから10キロぐらいしか減量ができてないはずなんだよな。持ち上げた方がいいな。やばいやばい、やばすぎる、やばすぎる、やばい、やったー、やったー、嘘だろー。だがいける気がする。よいしょ。映ってた今の。焦ったー。油断はしてなかったんだけど意外と上がった。危ねえ。よし、続行できる。やっていきましょう。はい、というわけで、引き続きやっていこうと思います。こっから下がね、一般的な感じの身で、ここにね、胸びれを動かす筋肉があるんで、こうやって包丁入れていきましょうか。で、包丁入れていきます。こんなに深い？わけがないよな。ちょっと切りすぎたかも。ちょっとギリギリのライン狙いすぎて失敗しましたね。うわ、本当は綺麗に取り出したかったんだけど悔しいな。ちょっとギリギリ狙いすぎたんで、ちょっと今度はギリギリ狙わずにいきます。んでここに包丁入れていきます。よいしょ。硬いな。ここか。よいしょ。でここでですね、この脂肪の層と筋肉の層がくっついてるんで、これをね剥がしていきます。こうやると脂肪の層が剥がれていきます。でこの脂肪がね美味しかったらいいんですけど、これ美味しくないんですよね。これ筋張ってて。そしたらあと端っこをね切るだけですね。よいしょ。これ脂乗ってんな。でまだここね筋肉がつながってるっぽいんで、ここも剥がしてしまいましょう。これめちゃくちゃ大トロでさ、美味しそうじゃん。もう筋張ってて食えたもんじゃないんだよね。多分ね、温血魚で体内のね温度を維持しなきゃいけないから、この脂の層で体中を覆ってるんだと思われます。この辺とか筋っぽくなく見えるけどな。筋まみれ。
あ、でも味は悪くないわ。で、これがさっきの胸びれを動かす筋肉ですね。まあ一般的に側筋は白くて、四筋、常に持続的に動かす筋肉は赤いって言われてるんですけども、もうこれってもう血合いと同じぐらいの赤さしてますからね。このオレンジ色の油ですから、今から見えるようにします。これかなり大きいですよ。僕の手がこれですからね。多分重さとしても、4キロとかあってもおかしくないんじゃないかな。この下にはですね、内臓を守るような形で骨がありまして、この骨とこの身をね、外していかなきゃいけないんですよ。だからこれ初見ではね、さばくの多分結構無理ですね。これと同じ構造してる魚、まだ見たことありません。で、ここの肉もね、またうまいんですよ。よいしょ。で、この筋膜に沿ってね、切っていきます。よし、取れました。はい、というわけで、胸びれを動かす筋肉を取りました。で、ここについてるのはですね、反対側の胸びれを動かす筋肉の筋膜ですね。はい。ここにね、油があるんで、この油をね、取っていきます。油と肉の境界線に包丁が入れれば入るといいのですが、それがまた難しいんですよな。ここ油分厚いんだよね。油なのか身なのか。こっから内臓が出てくるっていうのを忘れててやらかしました。ということでリカバリーしましょう。リカバリー。まず簡単にね、こんなでかくする必要ないんで、この辺で切りますか。こっちにも包丁入れます。こうですね。はい、OK。はい、そしたらですね、今度は簡単です。こうやって。よいしょ。これで尻尾の方の身が取れました。で、これも一緒でございます。反対側からリカバリーですね。めちゃめちゃうまそうやぞ、これ。で、こっからですね、内臓露出させないように細心の注意を払ってやっていきましょう。で、ここがね、背骨なんですけども、背骨が意外と盛り上がってないので、どこだ、背骨。そこに合わせて包丁を入れていきます。全部一気に取れればいいけどね。重たいな。耐えた。内臓が触れた部分はですね、しっかりと取っていきましょう。はい、ということでこちらが赤マンボウの半身でございます。赤マンボウの面白いところはですね、部位によって全然味が違うんですよ。こっちの背の方の身はですね、結構食感も良くて、刺身で食べてもすごく美味しいんですけども、こっちの腹側の身はね、なんかね、スイカの種の周りみたいな、粉吹いたような食感してて、あんまり刺身で食っても美味しくないんですよ。ここですね、胸びれを動かす筋肉なんですけど、ここは馬刺しとか芸肉みたいな味がして、非常にね、美味しいんですよ。今回ね、結構うまくさばけましたね。もしね、時間がある方は、前回さばいた赤マンボウの動画をコメント欄に固定しとくんで、ぜひね、そっちもね、見てみていただきたいんですけども、その時さばいた時はね、ここに骨があったんですよ。でもこの個体はね、ここに骨がなくて、内臓が露出しちゃいました。なんでなんでしょうね。うわ、これ、かなりうまくさばけたな。ちなみに頬肉とかあんのかな、こいつ。あんまり噛む力を必要としてなさそうな生き物ですけども。よいしょよいしょ。おー、頬肉あるじゃん。ここは筋張ってなくて普通にうまそう。もうなんか魚っていうよりは肉っぽいね。なんか青みがみたいな味しますわ。はい。ではですね、ようやく半身がおろし終わったんですけども、裏側画角を変えずに、赤マンボウの豆知識とか、世間話でもしながらさばいていこうと思います。魚屋のおっちゃんが魚さばいてるみたいな感じで見てくれ。というわけで、裏側をさばいていこう。それでは、裏返しにしていきます。これすごいのがね、まだまな板曲がってるから。よいしょ。また落ちる。なんで乗らないの？やっと乗った。きついけど、どんどん軽くなってきたから、もうなんか麻痺ってきた。今のが軽いような感じがしてきましたね。さて、さばいていきましょうか。さっきと同じで、そっちからだと頭見えづらいと思いますけど、頭の頭肉から切れ目を入れていきます。赤マンボウとリュウグウの使いは種類が近いんですよ、みたいな。とか言ってる人いるじゃないですか。で、僕もね、前までそれをね、言ってたんですけども、よくよく調べたら、赤マンボウ目、赤マンボウ科で、リュウグウの使いが、赤マンボウ目、リュウグウの使い科なんですね。で、どういうことかと言いますと、動物の種類って、貝、門、項、目、
科、属、種という順番で分けられているんですけども、貝がですね、動物界と植物界と、あと金界とかあるんですけども、で門がですね、脊椎動物門とか、極秘動物門とか、結構ね、大きい分類で分けられるんですね。だから人間と赤マンボウは脊椎動物なんで、同じ動物門っていうものに分類されるんですよ。で、次の項っていうものがありまして、で、項まで来ると、確かに、姿形は似たような生物が多くなってくるんですね。魚だったら魚項、人間だったら哺乳項。こんぐらいの感じで分かれていくわけですよ。項の次は何やっていう話で、目っていう分類で分けられるんですね。人間で言うと、霊長目っていうものに分類されるんですけども、そうなんや、霊長目なんやってなるじゃないですか。霊長目って何がおるんで言うと、ほとんどの猿です。オランウータンもいますし、ゴリラもいますし、ニホンザルもいる。猿全般って感じなんですよね。みんなのイメージとしては、人間とチンパンジーぐらい近いと錯覚するような表現をちょっとしてしまってたなと思って、ちょっと反省しています。だから赤マンボウとリュウグウノツカは別にそんな種類近くないです。で、その話の延長でいくと、スズキ目っていう項目に関しては俺はちょっと許せなくて、なんかテレビで異常にスズキの仲間ですって言われてる魚多いと思いませんか？ザ・魚って形してる魚は全部ほぼ全てスズキ目なんですよ。何千種類もいるんじゃないかな。あんなに種類いるのにこの魚はスズキの仲間なんですっていうのは、あれはねマジで良くないと思う。まな板からはみ出てるからさばきづらくてしゃあないなこれ。ちょっと俺もリュウグウノツカの仲間って言ってしまってたんで訂正です。皆さん許してください。そういえばね、このブツブツみたいなのがあるんですけど、これねダルマザメっていうサメがいて、このダルマザメに噛まれて肉がえぐり取られた後に治ったものだと思われます。そうなんですよね。ちょっと分類ね、意外と知ってないとね変なことを言っちゃうんで、しっかりね、なんか何々と何々は仲間なんだよとか言われてるけど、それって貝なの？項なの？目なの？科なの？って。科が一緒なんやったら結構近いなみたいな感じで話していきましょう。リュウグウノツカイとはそんなに近くないとは言いましたけども、ただですね、マンボウと、これ見た目マンボウじゃないですか。マンボウとはリュウグウノツカイよりもさらに全然違う種類っていうところは面白いですよね。そういうの修練進化って言うんですけど、全く種類が違うのに同じような形態に進化してしまうことを修練進化って言うんですよ。反対側の方が見やすい、皆さん。絶対こっち側の方が見やすいわ。こっち側でいきましょう。で、ちなみに今回ね、赤マンボウ、筋肉回復効果がかなりあるっていうことで、友達から筋トレのパーソナル受けてるんですけど、その人がめちゃめちゃ飯食うんですけど、その人に2週間で20キロぐらい食べてもらって、実際にどんな効果があったのかちょっと検証してもらおうと思ってて、どんな効果があったのかエンディングでわかります。はい。そんな1日2日でね、効果が出るような、そんなね、便利なものはなかなかないですからね。でも昔はわざわざクジラから生成して作ってたみたいなんで、すごい効き目はかなりあるんじゃないかなと思っております。でももしかしたら過剰摂取で体調が悪くなる可能性があるんで、2週間実際に食べきれるかどうかわかんないですけども、うわーでもうまそうやな、赤マンボウ。島の魚つきの話なんですけども、やっぱり海外とかからの観光客が沖縄にめっちゃ増えてきてて、今まではですね、ブダイの中でも美味しいブダイしかなかなか売れなかったんですけども、旅行って非日常をさ、楽しみに来てるわけで、魚青かったりとかカラフルだったらもう何でもいいみたいな感じで、今、魚付き漁師にバブルが来てるんですよ。結構なね、値段で売れるんで、みんながね、もうね、潜りに行ってるんですよ。でね、大体ね、1回の漁で、30キロぐらい売れる魚を取れれば、週2回の稼働で、普通のサラリーマンの人たちより稼げるぐらいのレベルになってきてて、30キロ一発で取れる人はね、やっぱりなかなかいないんですけどね。ものすごいね、バブルが来てて、去年とか一昨年までは、ブダイとか、パタとか、取っても取っても無限にいたんですけど、さすがにね、数が減ってきてて、さらに言えば、なんか、大きいのがね、もうなんかいなくなってきてるんですよね。島の魚が。そんな急遽ね、精度を変えるっていうのは難しいでしょうけど、沖縄周辺で潜り漁師がいる場所はどこもね、そんな感じになっていく、もしくはもうすでになってるはずなんで、なんとかしないと、やばいぐらい資源がなくなってきてて、ちょっとね、危機感を覚えています。難しいですよね、本当に。漁師もさ、コロナになったら値段10分の1とかに下げられてさ、観光客が増えたら今度は元の値段の4倍とか値段がついたりするようになったりしてさ、そういう状況だとさ、また今度いつ観光客の人数制限とかされたりしたらさ、すぐに値段また下がるやん。で、このバブルがいつ続くかわかんないから、今のうちに取らなきゃってやっぱなっちゃうわけよ。はい。胸びれを動かす筋肉。
まあだからなかなかさ難しいところではあるよね本当に。まあ、別に漁師がね悪いってわけでもないし、まあ、ちなみに赤マンボウはですねそんなに値段が張る魚じゃないんで、まあ、もし今回本当にこんな疲労回復効果とかあるんだったらもしかしたら研究されてすごいいいサプリになるかもしれませんね。まあ、別にサプリにする必要はなくてそのまま食ったらいいやとも思いますけど、くそ内臓が傷つけられてしまったので内臓取るか。途中までで終わっちゃったんですけど内臓取りましょう。ひもじい姿になってしまったんですけども、赤マンボウはですねここが口になっておりまして、こういう風にですね食道がつながっております。ここから消化管がありまして、この辺からここに肛門がありますんで、こうっていう変な内臓の入り方してるんですよ。まあ、せっかくねここまで来たんで胃袋開封してみましょうということでエラをね取ったんで内臓を引きずり出せます。さて内臓を引きずり出していきましょうか。いけるぞ。うわー引きずり出せた。うわーすげえなこれ。いやこれはねすげえわ。初めて見る内臓ですね。これパッと見何かわからないんですけども、これはいこちらが赤マンボウの卵です。これ断定的なことは言えないんですけども、普通のマンボウと同じで、これもしかしたら億単位の卵を産むかもしれませんよ。こんだけ成熟して大きいのに目視できないほど粒がきめ細かい卵を初めて見ました。卵の生態はマンボウに近いのかな。で次に注目したのは驚異的な腸の短さなんですよ。普通腸ってさもっとぐるぐる巻いて長いのが普通なんですけど、こんだけしか腸がない。腸が短すぎる。でそして胆のうが大きすぎる。これはさて音声が録音されておりませんでした。ここから私マサルが実況させていただきます。胆のうにはですね脂肪を分解する酵素が含まれていますから、赤マンボウは肉食魚であることがわかります。しかも2メーター級のウツボとかよりも全然大きい胆のうをしているので、かなりの量の魚肉を食べていると推測されます。さて次は胃袋でございます。この距離からもうアニサキスまみれじゃん。集合体恐怖症の人注意です。こっからやばい映像が流れます。寄ったらやばいよ。多分寄ってくると思います。寄ってきた。うわ気持ち悪。アニサキスまみれやん。まあこんな感じですね。深海魚は結構胃袋がアニサキスまみれのことがかなり多いです。それでは割っていきましょう。うわ怖え。これ肝臓なんじゃないか、胃袋じゃなくて。ひっくり返してみましょう。こっちの方が胃袋ですね。何にも入ってなさそうですけど、ほぼ完全に消化されちゃってますね。この後も特に何も出てきませんでした。さて内臓を取り除いたところでさばきを続けていきます。やっぱ内臓がなくなるとかなり綺麗な見た目になりますね。で内臓に触れてる場所は臭いのでこうやって切り取っていきます。さてラストピース、やっと終わったと皆さん思ったでしょう。実はここにまだ筋肉が残ってるんですね。ちなみにここの筋肉が一番うまいんですけど、何の筋肉かよく分かってません。マサルは結構赤身が好きなんですけど、この赤マンボウの謎の部位が赤身の中で一番うまいと思ってます。もう本マグロとかは比にならない激うまです。ここさて優しく取り出していきましょう。はい取り出せました。うわうまそうやなこれ。はい、こちらが赤マンボウから取れた身でございます。この2つがですね、胸びれを動かす筋肉でございまして、ミオグロビンが多い見た目をしてるんで、ちょっと時間が経ったんでね、黒っぽく、変色しておりますね。ここなんですけども、あれ謎の部位って言ってた筋肉ですね、ミオグロビンを含んでいるのかなーって考えてたんですけど、意外とね、この綺麗な色をしております。こちらがですね腹側の身になっております。霜の降り方的に一番美味しそうな身ですね。刺身で美味しいのがこの背中の部位ですね。非常に綺麗でございます。こっちが反対側の背中の部位で、ここに置いてるのがまな板に乗り切らなかった頭肉ですね。はい。というわけで今回私がいただくのは胸を動かす部位、そして腹側のめちゃくちゃ脂が乗っている尻尾の方の部位、そして背中の部位と
これね、謎の部位です。結構調べてみたんですけど、筋肉の名称が出てこなくて、最後に内臓に触れてた筋肉と繋がってたんで、もしかしたらなんか人間で言うと横隔膜みたいな、他の魚にはない器官なのかもしれません。ただいまですね、朝5時10分でございます。赤マンボウをシンクの上に持ち上げようとしていた3時間を含めると、赤マンボウに13時間かかってますね。いい感じに疲労が溜まってきてますね。本来の目的、レバノンを異常に含んだ赤マンボウを爆食したらどのぐらい疲労回復効果があるのかっていうのを見たいところなんで、いつもより追い込んでおります。はい。いつもやったら次の日とかに赤マンボウみたいなでかい魚ノコギリで切ってゴミ袋に入るサイズにしたりとか、人に配る魚とかはね、スタッフの人にね、梱包お願いしたりとかしてるんですけども、今日一人なんでね、それを全部やったらこの時間にね、なりました。で、今日はですね、焼肉をやろうと思います。はい。50キロまで測れる計量器を用意しましたんで、1キロぐらいね、盛り付けていきたいなと思います。1キロ食べれば約 27g のバレニンが摂取できますから、激アツですよ。はい。まずはですね、胸びれを動かす筋肉ですね。うわー、表面いいね。この油を磨くかどうかが肝な気がするんですけど、筋っぽいかどうかだな。筋っぽいね。筋っぽいんで油は磨きましょう。半分油付き、半分油なしでいきましょう。なんか見た目カツオみたい。ちょっとさばくのに10時間ぐらいかけてるんで、若干表面が酸化しちゃってますね。これだけでだいたいどうだろう、 250g ぐらいあるんじゃないかな。あ、なんかこっちの方サシが乗ってきた。先っぽの方面白い。うわ、焼肉っぽいね。もうちょっと平たく並べてもいいかも。大変です。もう 400g いった。じゃあ今度謎筋いきましょう。謎筋はね、ちょっと筋膜でね、ここ分かれてて、面白い形でね、これ層になってるんですよね。筋がある。謎筋刺身でも美味しそうなんだよな。ちょっと醤油で味見する。うわ、うまっ。普通に本マグロって言われても分かんないですね。めちゃめちゃ美味しい。で、見た目が美味しく見えるのはこの腹側なんですけど、ただね、この体中を覆ってる油の膜がですね、非常にね、筋張ってて美味しくないんで、ちょっとね、分厚めに皮を引いていきます。オッケー。もう5ミリぐらい仕切らない方がいいんですけど、難しいですね。そしたら、ここ縁側ですね。これ、縁側絶対うまいんで、縁側をこんな感じで切って、で、縁側のね、食感はちょっと気持ち悪いんで、縁側を立つようにね、切りましょう。で、そしてこちらですね、これもうほんまに中トロに見えるよね。味全然違うんだけどね、すごいね、マグロに近い味がする場所もあるんですけど、全部が全部そうっていうわけではないんですよね。さてさて、ラストでございます。背の身でございますね。こんな感じで作取りしましょうか。背の身はね、刺身として食感はいいんですけども、そんなに味が濃くないんで、僕はあんまりって感じではあるんですよね。焼肉サイズに切っていきましょうね。はい、というわけで悪マンボウの焼肉盛り完成しました。重さはなんと 2200g です。ちょっとシャレにならない量ですね。はい。ということで今日はね、気合を入れまして、七輪も用意しておりますと。はい。悪マンボウに感謝を込めまして、いただきます。さばいてる間、マジで何も食べてないんで、全部食べきれる気がする。じゃあどんどん焼いていきましょう。油が多いやつからね。では、油が多いね、ハラミからいってみましょう。うわぁ、贅沢やな。もうおそらくね、もう1日にかける最大ぐらいの負荷をかけたんで、これでどのぐらい元気になるかといったところですね。ちょっともう言葉がね、出なくなってきた。で、刺身も食べようかな。このね、謎の部位の刺身がね、マグロみたいでうまいのよ。いただきます。うわ、うめえ。背中の部位もいっちゃおうかな。背中はどうだ？背中、いただきます。背中ね、普通にうまいわ。旨味がね、すごい濃い。血合いのところ血生臭いと思うんですけど、これも刺身でいってみようかな。いただきます。あ、これは
胸びれ動かす筋肉は刺身では美味しくないわ。全然美味しくなかった。生臭くはないんだけど、食感がね、やっぱり、スイカの種の周りみたいな感じがする。おー、焼けてきた。いや、焼けてきたぞ。うまそう。これはうまい。なんか焼肉のタレでね、魚食べるのは邪道な感じがするんですけど、めちゃくちゃうまいです。うまっ。米欲しい。普通魚ってさ、塩焼きとかで食べるじゃん。塩で食ってうまいもんがさ、焼肉のタレで食ってまずいわけないよね。うわ、うまっ。ハラミのところはちょっと脂っこくてあんまり食えないかも。ハラミめっちゃ切ったけど大丈夫かな。よいしょ。立って食おうかな。どんどん焼いていきましょう。いや、疲れすぎて食べるのがさて、胸びれの筋肉。うわ、これうまいな。牛レバーの旨味だけ閉じ込めて臭みをなくしたような味がする。めっちゃうまい。いや、これはうまいぞ。ただ結構ね、ハラミの方はね、脂っこいんで、これ煮付けとかにした方がちょうどいいかもね。うまっ。はあ、鶏皿を持ってきた。なんかもう元気出てきた気がする。まあそりゃそうか、ご飯食ったら元気出るわな。13時間ぐらい何も食ってなかったから。で、赤マンボウのこの謎の部位みんなマジで食ってほしい。超うめえ。ただ早く食べないとね、お腹いっぱいになっちゃうから、あんま大食いでもないし。食べてみて分かったんですけど、焼肉に合うのは胸びれの筋肉ですね。胸びれの筋肉が一番うまい。魚っぽくなくてレバーの旨味が凝縮されたような味がしてて非常に美味しいですね。塩で食べよう。うわ、胸びればっかりが良かったな。ではこれなんだっけ。これも背中の身ですね。どんどん食っていくぜー。まあなんか魚も半生ぐらいがうまいね。焼きすぎるとさ、バサバサになるじゃん。半生がうめえ。てか2キロ食えたらすごくない？我慢する力だけは結構あるんで、もうお腹いっぱいなんですけど、気合いっすね。でも1キロは食いたいな。 27g のレバニンを摂取したい。まだ推定 800g しか食ってねえな。全然ダメだ。大食いの人ってすごいよな。2キロは2キロは食えないと思って持ってるからね。別に1日で食おうと思ってないから。でもせっかく2キロ持ったなら限界まで挑戦したいのが男ってもんでしょう。よっしゃ、目標は1キロや。頑張るで。2200g やったからね、確か。俺の中で今死ぬほど食ってるんだけど、なんかまだ半分しか減ってないんだよね。しゃあ、ごめんなさい、これラストで。ギブアップです。はい、ということでこれだけね残ってしまったんですけども、それでは運命の瞬間でございます。652g、644。2.2 キロから644。うわ、もうお腹パンパン。1.5 キロ。つまり 27×1.5 やから、ダメだ。頭が働かない。1.5×27。40g 摂取できましたよ。で、今からですね、睡眠してどんぐらい元気になるか、いつもと違うのか、試しています。俺の予想なんですけど、胃もたれして、睡眠がろくに取れないんじゃないのかなと思ってます。はい、というわけでですね、レバニンを過剰摂取して3時間が経過しました。で、その後1時間半ぐらい掃除して、1時間半ぐらいかけて、加藤くんに受け渡す場所に来てるんですけども、確かに一つ異常が起きてて、これもう全然持ってなくて、
あれを食べて以降ですね、ものすごい喉が渇きます。だいたいね、この3時間で 1.5 リットルぐらい飲んでますね。はい。異常に喉が渇きます。じゃあトイレ行きたくなるかって言われたら、1回しかトイレ行ってないんだよね。で、まあ、プラセボかもしれないですけど、抗疲労効果はすごいですね。まあ、徹夜明けで朝10時で、30キロの肉塊を持って、ここまで来たわけですけども、もう普段だったら、もう泡立つの無理やっつって諦めたんですけど、そこまで疲労を感じず来ることができました。今までこのろれつが回らなくなるぐらいの疲労の状態で、ここまで疲労感を感じなかったのは人生初めてなんで、確かに効果があるかもしれない。4年前ぐらいにね、撮影の助っ人してくれる人いませんかって募集した時に、お医者さんとね、2ヶ月働いてたんですけど、その人がね、よくね、栄養ドリンクはクソだって言ってたんですよ。栄養ドリンクって確かに抗疲労効果がすごいあるんですけど、モンスターとかじゃなくて、なんか健康そうなやつね。あれ、健康そうに見せかけてるだけで、一時的に疲労回復を感じるのは大量の糖分とカフェインが入ってるから、ただそれだけで、一つも健康なものではないって、よく言ってました。では、引き続き、経過観察をしていきます。はい、おはようございます。ということで、11時から18時まで7時間で寝ました。見た通りだいぶ元気になりました。赤マンボウの効能ガチでやばいかもしらん。今から仕事できるぐらい元気です。まあ、生活リズム戻すために今からちょっと仕事して筋トレして12時ぐらいに寝ます。はい。そんぐらい元気になってる。今までこんだけ元気だったことないもん。これえぐいぞ、赤マンボウ。うん。赤マンボウの肉、もう普通に冷凍してストックしまくっときたいな。はい、というわけでですね、超アスリートの方4名に来てもらいました。今日はちょっと来てもらってありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、ほんまにすごい人たちだらけなんで、とりあえずまず自己紹介からね、していただきたいと思います。小布施と申します。はい、ボディビルダーやってます。よろしくお願いします。一応日本ジュニアっていう大会で、ファイナリストに残らせていただきました。今年は優勝目指して頑張ります。得意部位はおー、すげえ。超ボディビルダーの加藤雄一と申します。今年度の実績は東日本ジュニア第2位です。以上です。よろしくお願いします。得意部位はケツです。見せたらあかん。カヌースラローム競技をやっております。山本圭吾と申します。一番の成績はジュニアのアジア選手権で優勝しています。得意な部位はこんにちは。日本ムエタイスックワン銀銅メルター級チャンピオンのゆうへいです。今年は MMA に転向します。得意技は左の肘です。左の肘です。よろしくお願いします。はい、というわけですね、最強のアスリート4名が揃っていただきました。はい、ということで、僕が赤マンボウを食べて、あまりにもえぐくて、徹夜の後に佐藤くんと2人で筋トレをしてるみたいな。なんか元気すぎても筋トレしないともうやってらんないみたいな。体力あり余りすぎて、これはやばいぞということで、で、そこから加藤くん20キロぐらい上げて、で、そこからこの、いろんな人に、何人ぐらい加わったんだっけ？そうですね、大体11人ぐらいに配ったかな。みんなアスリートの。はい、アスリートです。まあ実際に、その効果なかった人もあった人もいると思うんですけど、今日は会話しながら、どんな感じやったのかを喋っていけたらなと思います。そしてなんと今回数量限定ではありますが、なんと赤マンボウを販売します。やっぱボディービルダーとかやってると、やっぱ減量の時期とかあったりとか、減量じゃない時期があるんですけど、やっぱり減量の時期だとやっぱ何でも美味しく感じたりとか、やっぱすると思うんですけど、減量じゃない時期に食べた方って、一人だけボートも減量とかってある？そうですね、大会前だけちょっとだけ減量とかはしたりしますね。じゃあその減量してない中、食べた感じどうだったんですか？まずマセルさんと一緒に筋トレしたじゃないですか。筋トレしてましたね。その後に普通に夜中ジム行ってバーベルブルガリアンスクワット人生最高記録更新して。ちょっと待って、バーベルブルガリアンスクワット人生最高更新したの？そんな食べて3時間ぐらい効果出だったの？はい、ちょっと今まで浅かったんですけど、ちょっと今まで未知の領域に踏み込む。はい、見た。そう。くらいには元気でした。で、その後もまあ、全然仕事あったんですけど、本当もう寝ないでもその日の22時ぐらいまでぶっ続けで最高クオリティで仕事できたりとか。疲労回復効果なんか、えぐい。で、しかもその後普通に寝て、でその時は寝つきも良かったですね。寝つきいいし、目覚めもいいし、なんじゃこりゃ。さすがにちょっと生活リズムがあるので、元に戻したんです。元気すぎて崩れちゃうっていうデメリットは確かにある。でも、本当ベッドとかについたらすぐ寝てました。今までそういうのがなかった。確かに俺もあの時、寝つきも、寝起きもなんか良かった感じですね。実際、大伏選手とか。僕は減量中に食べたんですけど、は普通結構その日睡眠時間取れなかったんですよ。食べた直後で、なのに次の日、足トレってやっぱり体力持ってかれるんですけど、足トレやったんですね。はい。4時間できました、普通に。4時間足トレできたんですか？
そうです。で、あとは、なんかドリンクがあって、はいはいはい。ボディビルダーって。なんかそれ飲まないとどうしてもエネルギー足りないんですけど、はい。それ忘れちゃったんですよ。あそう。ドリンク飲むのはい家に。そう。それでやったんですけど、なんか普通にできて、しかも、最初の1種目目とか、スクワットなんですけど、はスクワットは回数更新できて、そうです。更新できたんすか？はい。マジで大木さんは減量初期なんですけど、あそう減量初期ではあるんですけど、200一緒にやったんですね。あの時に、205で3回が最高記録だったんですけど、はい4回目いけたんです。まあそこが今も最高なんです。速攻性えぐいっすね。ガチマジで。ありがたかったです。で、ゆうへい選手はどうでした？はい、そうです。僕は減量初期、一番練習を追い込む時期あに、ちょっとトレーニングが一番ハードな時期なんで、朝寝技やって、昼間 MMA のトレーニングやって、もうちょっと満身創痍で昼を迎えた。だからもう本当に疲れて動けなくなるような。そうですね。見たんですけど、目死んでました。もう満身創痍ですってして、ゆういちさんに連絡して、まあそれでちょっと赤マンボウあるからって言うんで、あかんもんってなんだよって思いながら。なんだよと思いながら、疲労回復にいいから騙されたと思って食ってください。それで、叩きで食べたんですけど、結構な量いったっすね。あれ、350は絶対350は味がまずうまかったんですけど、なんか意外と美味しいっすよね。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまい。で、まあでもその後30分ぐらい休んだら、なんか足の血管がブワーって落ちました。これやばくないですか？飯食ってこんなんなりますさっきなかったもん。なかったっす、本当に。血管がバーってなって今も全然ないんですけど、もじゃあもう血管が浮き上がるみたいな。う浮き上がって、でもその30分後には結構疲労が取れてて、もうその後スパイクしたもう動けない状態だったのに、動ける状態になったんですよ。30分で効果あったんです。俺は3時間ぐらいかかった感じがしたんですけど、なんか一応乳酸を分解する効果があるとは言われてるんですけど、すごい勢いで効いたっていう可能性があるんですね。どうでした？まあ夜に食べたんですけど、その週がトレーニングウィーク、思いっきりボリュームを上げて体力をとにかく上げようっていう期間に食べたんですね。そしたらもう次の日の練習がもうあまりにも調子が良すぎて、パドルっていう漕ぐ棒水かきでそれ折っちゃう。折っちゃうパドル折れちゃう。そうやって折れることあるんですか？トップ選手とかでも10年ぐらい使うくらい、まあ頑丈にできてるけど、いっちゃいました。それ多分マンボウのおかげっていうか、マンボウ設計マンボウパワーですね。代償が。でもなんかもう、そうとしか思えないみたいな。そうですよね。一人だけがそういう事象が起きてたら、まあ、偶然なんじゃないっていうのはありますけど、これだけの人が結果が出てるってことは、かなり聞く人は多いんじゃないかな。ちなみに11人に配って、あんま聞かなかった人も、いや、いなかったっすね。みんな筋肉に筋肉に。みんな聞いたんだ。へー。ということで、まあこちら販売することにしたんですけども、まあとにかく筋トレとかしてる人だったりとか、普段疲れてる人、疲労が溜まってる人はマジでおすすめです。まあ薬機法があるんで、絶対に効くよとか、そういうことは言えないんですけど、まあ僕ら個人の感想ではあるんですけど、マジで一回騙されたと思って食べてみてほしい。こっからは、もう下ネタ話すよみんな。まさるちゃんで下ネタ、あんまり話さなかったけど、加藤くんに説明してもらいたいな。どんな事象があったか。まあ俺がちょっと今筋トレをしてて、加藤くんにパーソナル受けてて、まあいろいろ喋ったりとかしてるんですけど、マジでバキみたいな世界線で生きてるやつで、ただただ強くなりたい、でかくなりたいっていう感じの、こんな人ほんまにおるんやみたいな。で、なるべく仕事も、なるべくやらない風にしたいし、まあそれは強くなるために。で、2年間そういう声をしてない。トレーニングとか強くなるためには、もう全く必要ない。今何歳 ?24 歳。 23歳。 23か。23歳の人が2年間、しかもこの筋肉もあってモテる環境の中で、ただひたすら己を磨き続けるっていう、まあそのとんでもない自制心を持った男なんですよ、彼は。で、赤マンボウを、貪るように食った次の日、衝撃的な電話がかかってきて、で、その内容をちょっと加藤君話してほしくて。めちゃくちゃセックスしました。単刀直入に言いますと。
で、もう意味わかんないぐらい勃起しました。何回戦行ったのか、ほんと自分でも思えてないぐらい。加藤君の表現がおもろかったのが、なんだろう、その、立ち上がった状態が自分のものじゃない感じ。あまりにも、今までのパフォーマンスでかさと違いすぎて、自分のものじゃないのかと見まごうほどでかくなってしまって。君がいなくなった日々もで、性欲もエグかったみたいな。やばかったっすね。 3回戦行ったでしょ。はい。高校生の時かっていうぐらい。でもオブセさんとかは減量期に来ったわけじゃないですか。はい。減量期って、そのボディービルダーの人って、ほんまに性欲がなくなるとかが結構悩みなんじゃないのかなと思ってまして。結構減ってきますね。やっぱ減るんですよ。はい。どうでした？なんか、減量してるのかなって不安になっちゃうぐらい、なんか逆に食べ過ぎたかって思うぐらい、ああ、なるほど。そうちょっと焦りましたね。減量じゃない元の状態の時ぐらいに戻ったみたいな。ああ、そうそうそう。これやばいぞ。これ減量末期のボディービルダーが買い出しますよ。竜兵選手に言っちゃって、こういうのも言っちゃっても大丈夫。全然全然。格闘家って試合の直前ってそれこそ抜いちゃダメとか結構言われてるんですよ。体力が落ちちゃうとかなんとかって。やっぱそんなシビアなんですね。もう結構1ヶ月切ったらとか、まあもっと長い人は全然だったりとか。2ヶ月抜けないとか。抜けないとか。赤マンボウやばいっすね。それめっちゃ辛くない？減量しちゃったんですよ。なんかその精力剤とか俺も正直飲んだことあるけど、なんかちょっとカーって熱くなるだけで本当に精力が上がる経験したことないけど、赤マンボウはガチ。ガチです。ケイオ選手はどうですか？いやー、なんか、いや、みんなすごいなと思ってて、さっきから。いや、自分は、その日は、出さなかったんですけど、まあ、次の日の練習が結構大変なことになっちゃってましたね。練習中、ボートなんで、ボートに乗ってるんで、下半身は隠れてるから、バレなかった。基本でもボーっと漕いでる時に、はい。その、元気になることなんてない？そうですね、全部集中してないと、本当にひっくり返っちゃったりとか、怪我につながるのもあるので、結構大変なんですけど、ちょっと、今回は、そっちを抑えるのが大変な誇張してるかもしれないけど、なんかいつもより動けるし、いつもより体力あるから、全能感と万能感があるし、性欲もあるっていう状態になります。赤ん坊を食べると。これほんまにさ、例えばボディビルの減量期で困ってる人とか、例えば性欲減ってる人とか、まあ、40代、50代、60代とどんどん性欲をしてる人、多分めっちゃいると思うんですけど、まあ、確実に性欲が上がるとは言えないですけど、まあ、試してみてほしい。なんかその、いろんな人のデータが欲しいから、今回すごいアスリートの方、限定で食べてもらったんで、まあ、極限にいつも追い込んでる人たちだったからこういう結果が出たのかもしれないですし、普通になんか極限まで体を追い込んでない人もちょっとこれぜひね、購入してみてください。ちなみにエナジーフィッシュっていう名前で売ろうと思ってます。おー。大きい声ちょっとダメなの？大きい声。まあそんな感じで、まあ僕一人の意見だったら、まああれだったんですけども、まあすごい効果が出たんで、もうこれほんまにちょっとみんなぜひね、試してみてほしいです。赤マンボウって、なかなか取れるものじゃなくて、マグロを釣ろうとしてたら赤マンボウがかかってきたみたいな感じで取れるようなもので、たまたま取れるっていう感じです。数がね、かなり少なくて、で、なかなか入荷も難しい個体なんで、もう商品数かなり少ないんで、なるべく早く購入することをお勧めします。はい。で、僕らも、今、いろんな場所に赤マンボウを購入できるように、めちゃくちゃ営業してるんですけど、まあ、なかなか時々しか上がらないっていうのは変わらないんで、ぜひ皆さん購入して、そして、まあ、X の DM とかね、インスタの DM 開放してますんで、まあ、こんな効果があったよとかね、言ってくれたら嬉しいんで、ぜひね、レビューしてくれたら嬉しいです。はい。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、腹減ったな。そういえばやばい上司にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが常軌を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。